はい、こんばんは、川島です。今回ですけども、過去最高に緊張しているんですけども、今日は実はですね、東京の渋谷に来ていまして、実はですね、ちょっと僕もここのお店のちょっとしたオーナーでもあるんですけども、話変だよねあるんですけども、実はですねいや、めっちゃ緊張してるんです。今回、横にいる方、20代で今現在一番成功している人なんじゃないかと僕は思っているんですが、ありがとうございます。竹山さんという方ですね。お願いします。お願いします。はい、現在27歳ということで僕の1個上ですもんね。26歳です。26ですよ。おー今年27です。93年生まれです。はい、なので年上の方なんですけども、1個上で具体的な数字っていいんですか？いいです。年商が、具体的にあんまり知らないですけど数十億の資産を持ってるっていう話はざっくり、聞いてはいて、誰から聞いたんですか？ YouTube で多分見てみました。あれか、はいですね。今現在年商も数十億そうです。年商が数4、50だねっていう感じの、異常な方なんですけども、今回僕もその知ったきっかけですね、YouTube で、初めて知って、そこからこう来させてもらって、たまたまお会いしてですね、このタイミングがあったんですけども、じゃあ実際にですね、20歳、20代でなぜこんなに若くして成功を収めたのか、その秘訣が日々の毎日のルーティンにあるんじゃないか、健康法にあるんじゃないかと思いまして、今回は、聞いていこうと思っております。はい、よろしくお願いします。面白そうですね。はい。これ、竹山さん的にこれっていうのは何かあるんですか、具体的に。健康法ですか？はい。これ結構インスタとかでも有名なんですよ。俺ショートスリーパーなんですよ。ですよね。はい。インスタ見てると分かるんですけど、寝てないんですよ。で、昨日も多分4時5時までやってましたよね。昨日月末だからね。今日2月1日なんですけど、はいね、月末はね、やっぱりあんまり寝れないよね。寝てないですよね。はい。で、寝れないよねっていうか、寝なくても大丈夫なんだよ。実際何時間睡眠なんですか？いや、本当に4時間ですね。でもショートスリーパーって3時間とかじゃないですか。はいどっちかっていうと4時間だから、はい。俺的に普通かなと思うぐらいなんですけど。それも何時間ですか？僕5、6時間寝てますね。1時間ぐらいですね。はい差ですよね。そうそう、そんぐらいですよ。でも基本的にずっと4時間睡眠っていうのをキープされてるんですね。そうです、そうです。大体4時間。大体4時間。ちなみに具体的な話、それアラームとかつけてるんですか？ちなみに。アラーム？いや、つけない。つけない。全くつけないね。もう自由に寝て。うちに泊まった時とかアラーム聞いたことないでしょ。はい。全くつけない。目が覚めるんですか？勝手に覚める。6時半に覚めて、そのままシャワーとか浴びちゃうからみたいな。不思議だよね、あれね、人間の。もう癖なんでしょうね。癖なんでしょうね。わかりました。ありがとうございます。一つ目は短時間睡眠、ショートスリーパーというところですね。次、2つ目お願いします。ショートスリーパーのための法則なんです。これ科学なんです。言いますよね。そう。聞きました？聞きましたよ、もちろん。じゃあもう一回言う必要ねえか。いや、お願いします。そのショートスリーパーのための2個ぐらいありましたよね。ポイントが寝る前の。そう。ショートスリーパーって4時間って人間ってさ、どんだけ長く寝たかじゃなくてどんだけ深く寝たかなんですよね。で、その深く寝るのも科学なんですよ、結局は。で、人間の体って熱で温めて熱を出す時に疲れを取るんですよ、いろいろとね。で、その熱で温める行為で結構何時間か使うんですよね。だから寝る30分前にお風呂に入るんですよ。で、必ずお風呂に入るんですよ、寝る時に。そうすると温まった状態で体内が皮下体温とあと体内の体温と二重構造になってるんですけど、体の芯まで温まってるんですよ。だからその芯で温まった熱が出るのが30分後ぐらいなんですよ。だからその温めるっていうプロセスをスキップしてベッドに入れるんですよ。だから短くて大丈夫なんじゃないか。そういうことですね。しかも結構その温める方法も特殊っちゃ特殊ですよね。僕にはできない方法でしたよね。サウナとジャグジーですね。サウナだね。ジャグジーじゃなくてもいいじゃん。でもサウナとお風呂に入られてるんですけど、家にサウナがありますからね。家にありますからね。サウナがある家じゃないか。なかなかこれは大変なんですけど、皆さんはぜひね、近くの銭湯とかに家のお風呂でもいいんですけど、そんな感じで温めるといいのかなというところですね。睡眠の質。睡眠ですね。これあれですよ。ハーバードの睡眠みたいな。読みました？読みました。同じようなこと言ってます。ありがとうございます。次2つ目いいですか？いいですよ。お願いします。
健康法でしょ。はい、健康法。健康法は俺東京ミッドタウンクリニックって知ってます？あの中に入ってる、あの中に入ってるクリニック、あれにそう半年に1回行くんですよ。でそこに行くときにもう全部検査するんですよ。これ健康法っていうか予防医学みたいな話、今予防ですよね。はい。だから半年に1回必ずチェックに行って、はい、でそこでコレステロールが高いとかそういうなんかいろいろ言われるんだけども、大体の症状って治るんですよ。はいはい。例えばコレステロールが高いって言った時になんか血をね、エステにあるような血のなんかクリーニングじゃなくて医療用な血のクリーニングみたいなのあるのよ。ガチなやつがガチの1回なんか本当数字ますよね。本当にそれをやってんの。半年に1回でコレステロールって俺の場合親から来てるの、はい、だからそれってどうしようもないじゃん。はいはいはい、DNA 的にね。意外と良くないんですね。良くない、もう親からずっと、だからこんな痩せてるように見えるんだけどもコレステロール高いんですね。そうだからもう食生活気をつけて運動しないといけないとか、そういろいろやってんだけどなかなか下がんない。そうだからそれはもう薬で治すか、あとはそういう血液クリーニングとかでやるかとか、はい、であんまり薬好きじゃないから、だからそっちの方を半年に1回選ぶみたいな、そんな感じ。まあ基本的に多分食事法とかで皆さんは多分変えた方がいいと思うんですけども、まあもうお金に余裕がある方はそこでも一気にガッと数字をかけてやった方が早いって感じですね。なかなか真似できないですよね、それは。それはしょうがないね。あんまり参考にならないまあでも基本は食事と、まあなるべくですね、まあ、野菜メインとかタンパク質とかですね、あとある程度の運動ですね、こうやっていけば絶対コレステロールが下がりますので、ある程度ですね、まあぜひその辺を、ね、参考にしましょう。そうね、はい、っていう感じです。そうですね。まあ定期的な予防ですね。定期的な予防、これはやった方がいいですよ。もう早い時に見つかった時にほど治せる病気ってないから。まあなので、なるべくですね、やっぱそういう予防の方も意識していかないといけないです。そうですよ、はい、予防医療です。はい、はい、ありがとうございます。では次、3つ目、ストレスですよ。やっぱりストレスってめちゃめちゃ見にくいじゃないですか。はい、見にくいです。だから経営者です。はい、経営者になるとさ、イライラすることあるでしょ。ありますねえ、皆さんイライラすること、昨日の締め日どうもイライラするんだけど、なるべくイライラしないように働く環境っていうのはめちゃめちゃ整えますね。はい、例えば俺オフィスがめちゃめちゃ嫌いなんですよ、昔から。だからそういう箱に詰まったようなオフィスでみんな結構仕事するんですけど、そうすると全く頭が働かなくてストレス溜まっちゃうんですよ。だからなんかカフェみたいのがいいって言って、今うちに本社が三田にあるんですけど、あそこもうほとんど行ってないです。行ってないですよね。行ってないです。ここにいますよね。もう最近このカフェみたいな、もう本当見せたいけどカフェみたいなところにいて、ここにいます。そう結構おしゃれな感じでね。だから働く環境とか人とかっていうのをがっつりと選ぶとこと、それはね結構ストレスやっぱりいいですね。これ今ストレスやなと思った瞬間に、これも切ろうってなるんですか？なる。なっちゃう。場所に関しても人に関してもそうですね。人に関しても、人をクビにするってわけじゃないけど、ちょっと距離を置くみたいなですね。環境に関してもノンストレスな場所を探して作業するってことですね。そういうことですね。ちなみになんですけど、僕気になったところで、家がすごいじゃないですか。東京のガラス張りの、あそこも結構理想像なんですけど、結構僕日光で朝起きてるタイプなんですよ。その時にあそこで寝たら最高なんじゃないかとか思ってるんですね。1階のあそこで1階のフロアでソファーあったんで。いや寒いよみんな見てほしいんですけど、下のが夜に張ってるんで見てほしいんですけど、結構えぐい家に住んでらっしゃるんですよ。見たことないですもん、僕もいろいろ見ました。ほとんどいないですよ。いや、ないですよ。今日も6時間後にはまた海外行っちゃうから。どこに行くんですか？今日はフィリピンです。フィリピンの支社に見に行かないといけないですね。フィリピンの支社があるんですね。フィリピン開発支社があります。世界各地に支社も置いて、家もありましたもんね。家もありますね。投資物件ですけどね。ですよね。だからそういう事務所というか、その住む場所に関しても本当にノンストレスを探していくんですね。そういうわけですね。で、一人が好きじゃないですか。みんなね、結構人間って一人好きなんですよ。知らないですけど俺はそうなんですよね。たまに人にいたいって時はなんかインスタでつぶやいてパーってしてる。結構ね、なんか自分通りに生きれる世の中じゃないですか今って。そうすればいいですよ。でこんなこと言うとさ、お前とは違うんだみたいなコメント来るからうざいんだけどそう
でも結構ね、本当わがままに生きれる時代だから、わがままにとことん生きた方がいいですよ、みんな。すごいですね。そうそうそう。もう本当に個の力が強い時代ですね。いや、本当ですよ。だから今チャンネル登録者数何人ぐらいいるんですか？今38万人。38万人いるの？こんな感じで大丈夫？いやもう今過去一緊張してますからね、僕今。いや38万人いるの。普通のテレビ局より全然ね、少しちょいあるぐらいね。へえ、そう。なので本当に個の力あれば何でもできる世界なんで、やっぱりもう、会社とかでもうストレスを感じてるんであれば、もう自分でやっちゃった方がいいなと僕は本当に思いますね。そうだからもう一個柱を立ててるからこそこの本業が結構、しっかりと打ち込めるみたいなことありますから、大体ね、会社内で輝いてるやつって会社外で結構輝いてるんですよ、違うコミュニティ持ってるんですよ。持ってます。そう、会社でしか輝けないみたいなやつは輝けないんですよ。かなり収まってないですもんね。そういろんなところから情報とかインプットしてきてるから、ですよ。すごい頼られるしね。ちなみにですけど、ノンストレス、ストレスがもし会社であるんであれば、じゃあ1個、じゃあ副業とか、別で今後、起業しようと思った時に、最初にした方がいいステップっていう何かあるんですか？いや、もうとにかく発信ですね。発信、その反応を見ていくっていう感じですね。それはSNS とかも、ブログでも何でもそうですけど、いろいろ発信をしていく。発信、人との関わりじゃないですか、で人との関わりで結構なんかストレスを感じるのであれば、人との関わらないっていうのがあるじゃないですか、でも今人と関わらなくなると人間って鬱になるじゃないですか、だからそこの中でも今ソーシャルネットワークってあるわけだから、そこに何か自分の考えとか発信すると、それに集まってくる仲間が見つかるんですよ。その仲間を別にそんな会社内でちっちゃいところから探そうとしないで、いろんな大きいところから探そうとすれば集まってくるわけだから、その人たちとつるめばいいだけなんですよ。そうだからなんでこんな自分の嫌な人たちと一緒にいないといけないのと思うんであれば、見てくださいと世界、何十万何千万人いますから、ポーンって自分の考え発信すればそれに賛同する人がいて、そこの人たちと飲みに行った方が全然面白いと思います。人生そうストレスをなくすには発信ですね。なので今本当にもう周りのファンをちょっとずつ作っていって、早めにストレスから抜け出した方がいいかなと。好きな人だけをするコミュニティ作れということですね。楽しいよ。楽しいですよね。ありがとうございます。じゃあ5つ目ありますか？ないです。OK、じゃあ僕が見てる感じでいきますね。1個気になるのは座禅の瞑想やってますね。あれは何日おきというか、そのする理由っていうか、僕もやってるんですけど、竹野さんがする理由と、どんなことを考えてやってるのか、そのスパンはどのぐらいでやってるのかっていうのを聞いてもいいですか？あれね、どのぐらいですか、経験？僕は毎日やってる。毎日やってます。俺1週間に1回ぐらいなんですよ。でもそれをもう結構5、6年続けてるんですよ。でG 社あるじゃないですか。G 社の中になんていうの、カプセル型で寝れるようなあれがあるんですよ。でもともとそれをずっとやってて、寝ちゃったんですよね、俺普通に。それじゃダメなんですよ。あれってその考えとかを整理するために音をなくしたり視野をなくしたりする、本当になんか宇宙の中にいるようなことをやらないと結構頭の中が整理されないみたいな。だから瞑想を結構突き詰めていくと本当に記憶がなくなる。そうじゃないですか。何分ぐらいですか？ちなみに僕はちゃんとやると30分です。俺も30分ぐらい。毎日は10分15分で。そうね。そうするとね、あれ本当に真っ白になるんですよ。真っ黒じゃなくて。でそうするとね、いろんななんかことが整理された、頭の中が整理されたような気持ちになる。やっぱその嫌なこととかちょっとイライラしてることも一回なんか消えるというか、そんな感じですよ。そうなんかっていうか呼吸なんですよ。呼吸、結局はなんか俺らって何気なく呼吸してるんですけども、呼吸にも2種類あるんですよ。そのお腹の中か、それとも肺でやるかっていう。で呼吸法の切り替えがめちゃめちゃ重要なんですけど、その呼吸ってみんな忘れてるんですよ。なんとなくしてるんですよ。多分これ見てる人もなんとなくしてるんですけど、その肺でやるときはアクティブなような、それでこっちでお腹でやるときはそのゆったりした気持ちになるようなっていう、そういうなんか効果があるわけだから、呼吸もね使い分けていかないといけなくて、その呼吸のトレーニングとしても結構瞑想っていうのはね、おすすめですね。本当に。ちなみに呼吸法はなんかどんな意識なんですか？ちなみに竹原さんの呼吸法の意識っていうのは、だからお腹でゆっくり呼吸するみたいな感じ。そう夜家帰ってきた時はお腹に呼吸を意識するんですよ。で朝起きた時は肺での呼吸を意識するんですよ。深呼吸をしたりとか。切り替えるんですね。いや
そう使うんですね。そう本当にお前やってんのかと思うかもしれないですけど、それ結構ねみんなそれやってみると面白いですよ。なんかやっぱり朝のリフレッシュ感が違うというか。まあ、だからその辺もね、やっぱり呼吸法も大事ですし、やっぱり瞑想、座禅瞑想の時間もですね、1日に10分でもいいから、皆さんね、いろいろこう日々ストレスに飲まれちゃうと思いますので、ぜひやってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。わかりました。俺がもう一個いいですか。はい、いいですよ。竹原さんの食事のルーティンが気になって、どんな食事してるのかなって、食べてるのかなって正直僕思っちゃったんですよ。いや、うちの会社で毎回コンテストが開かれてるんですよ。体重計を月初になって、やってるじゃないですか、インスタで。その月末にやって、その痩せた分かける1万円もらえるみたいな。そういうのやってるんですけど、結構ね、糖質を控えたようなご飯が多いですね。やっぱそうなんですね。で、そのご飯を上のシェフ田中とかに作ってもらってるから、だから結構いいのかな、生活スタイルが。今日やっぱ僕も糖質オフ、ちょっと控えめを意識してるんですけど、でも違いますか、糖質オフでカットして体が軽くなるじゃないですか。いや、特にないですよ。特にないですけど痩せますね。普通に痩せるかな。基本食べ過ぎない方がやっぱいいですね。ちょっと少縮めの方が。言ってましたね、健康診断の時に。あんまり今の20代以上になったらあんまりご飯をお腹いっぱい食べちゃいけないみたいな、腹8分目が一番いいって言ってましたね。ですよね。はい。ちなみになんですけど、サプリとか取ってるんですか？サプリ取ってないので。取らないです。僕も一応いろいろ論文見て、これがいいよこれがいいって言われてるやつは飲むようにしてるんですけど、僕は何飲む？オメガ3とかなんか聞いたことある。オメガ3とか、結構僕らが意識してテストステロンを高める意識をしてるんですよ。男性ホルモンを高めた方が、世の中のヒエラルキー高い人はほぼテストステロン値が異常に高いっていう統計があって、ってことはテストステロン値を高めた方がこっちになる可能性があるんじゃないかって僕考えなんですよ。っていう時にそれをやる方法として、アシュワタンガっていうそのハーブ系のサプリを取ったりとかしてるんですけど、まずは筋肉量を増やすために、チキンと夜食するとか、あと食事で、体脂肪率を落とすとか、そういう感じとか、あと睡眠もなるべく6時間とるとか、そういうのがいろいろあるんですけど、こんな一で僕はやってるんですよ。そこら辺あんまりないですよ。あんまないです。サプリだとなんだろうっていうのはないですね。逆にこの肉摂取するとか野菜摂取するとかっていうのはなんかないですか？いや、めちゃめちゃもうポピュラーな話はもう筋トレですよね。知ってますよね。してます。でもしかもたまにありますからね。そう、家にエレベーター押せばあるから。でもあれね、あんまり行かないんですよ。マジで行かないんですよ。だからプライベートジムとかに行っちゃうんですよ。なんだかんで言って。そう。ということで、なんとなく竹野さんのね、生活というか、健康ルーティンが、なんとなく垣間見たと思うんですけど、なんとなくだね。いや、ほんとなんとなくですね。いや、まだまだ聞きたいことあるんですけども、ちょっとね、動画の着的にそろそろかなと思いますので、詳しくは1日密着ですね、この前そうね。こんな感じですよ、本当に。あれ見てほしいので、その概要欄に竹原さんの1日密着の映像が、ぜひ載ってますので、よかったら見てみてください。面白いね。面白いですね。話すのがね。普通に飲みに行っても話せる。話すと結構盛り上がってきますからね。最初緊張しましたけど。という感じで、ぜひね、よかったらですね、下の概要欄に竹原さんのチャンネルも貼ってますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。